あなたを傷つけ病ませたこの方はあっけらかんとしてるっていうメッセージが一番伝わってくる。自分のことを分かってるようで分かってない方だね。結構対抗的な意識を持ってらっしゃる方じゃないのかな。基本的にとても社交的で明るい方で、外面はね一定の評価は社会人として得てる方なんじゃないかな。親父の代か、もしくはそのさらに親父の代、おじいちゃんの何か破滅的なイデオロギーみたいなものを本人は気づかないうちに継承してるかもしれないよね。一番大きなトライアングルでタイの位置で、スリーオブカップスが来てるんだけど、なんとなくやっぱり女癖が治らないぞっていうような、なんかそういうメッセージをやっぱり強く感じるよね。本人はねあんまり自覚がないっていうか、自分自身掘り下げきれてないんじゃないかな。例えば学生のノリで大きくなっちゃった大人、社会人としては一定の評価を得てるんだけれども、魂の成長っていうことで言えば、全然できてない方なのかな。この方とのねコミュニケーションの中で、あなたは病んじゃった、だけどこの方の中であなたの存在っていうものがもうほとんどないんじゃないかな。だから不気味なぐらい楽観的。こんなんだからね、徐々に波動が合わなくなって、そのズレの中で、あなたも最初気づけなかったことはね、あなたのやっぱ人を見る目というかね、やっぱりこの方と引き合っちゃったっていう事実があるわけなんだけど、ただあなたは多分気づいてたんだろうね。気づいたからこそ、このなんかズレの中で、この方とのフィーリングのズレの中で気を病んでったという感じかな。また彼も結構小ずるい方で、彼は彼のペースにあなたを巻き込もうとしてたんだよね。のらりくらりと。だから自分の魂の成長がし損ねた部分で、あなたを捉えようとしてたこと、あなたを引き止めようとしてたことっていうあたりを全く気づいてない。そもそも魂の成長とかも全然分かってない方じゃないかな。そのくせどこかね過去対抗的なエネジーにとらわれてるっていうのがね出てる。だからお家柄で何か縛りがあるかもしれないよね。血縁者とのしがらみみたいなもの。私はねなんか男血筋のなんか力が働いてるのかなっていう気がするね。だから男型が先細りしてくるようなね、なんかそんな力が働いてるのかなって。だけど本人全然気づいてないんだよね。今も自分のペースでのらりくらりとやれてて、あなたのことももうなんか全然眼中にないっていう感じ。
俺が悪いんじゃないよって、あいつが勝手に傷ついただけだ、そもそもなんで傷ついてるんだって、メンタルを病んだあなたのことをね、むしろおかしなやつだって思ってる。だからこの方のノリに合わせようとすると、結局あなたがその定時のレベルに合わせなくちゃいけないから、そういう部分でなんか心と体のバランス崩しちゃったんじゃないの。足止め食うような感じで、中央4部ワンズ、そしてトップに6オブワンズで意気揚々としてるからね、この方結構大味な方だね。ただ自分にこう降りかかってる宿命みたいなものに対してとても無防備な方っていうね、メッセージも来てる。まあこんな調子で、まあ6オブワンズはまあ中間点だからね、結末じゃないから今はまあうまくいってるだろうけれども、最終的にこの方の周りは定時のエネジーを持った人たちだらけになっちゃうだろうね。そういう人たちを引き込んでいく、この方の周りにいるのは、類は友を呼ぶで集まってくるっていうのが見える。だからそういう意味ではあなたは離脱してよかったんじゃない。やっぱこの方の近くにいられないんだよ。やっぱりいたらおかしくなっちゃうよね。出来上がっちゃってんだもん、自分のペースで。トップの6オブワンズに続いてとても強いメッセージを持つカードが来たね。内なるパワーを放てと、自分の立ち位置を明確にしろって。なんかこの方の場合だと本当今のノリでなんかどんどん突き進んでいってしまうんじゃないかっていう気がするけど、この方がやっぱり内在しているね、陰性のパワーっていうのがあるんだよね。その陰性のパワーがこの方をこんな大味に振る舞わせてる。で自分では気づけてないんだけど、だからそこに気づかないといけないんだろうね。だからこの社会、物質世界をもう本当表層的にしか捉えてない、深く考察してないから、本当死ぬまで分かんないかもしれないけど、だからそう考えるとやっぱり自分のなんか内に秘めたる陰性の部分のパワーっていうのをその解き放って、もしくは自分にかかってる呪縛、そのご先祖から引き継いでる何か破壊的なメッセージ、その非言語的メッセージをね、こう引き継いでると思うんだよね。それでこんな、自分の霊性を高める、魂を成長させるっていうことで言えば本当に無責任で自暴自棄な振る舞い方をしてしまってる。なぜこういう力、自分がなぜこのように振る舞ってるか、自分にどのような力がかかってるかっていうのをしっかりこう立ち位置を見なさいよっていう、メッセージにも聞こえるね。ただここら辺の話っていうのはこの方は全く今現時点では必要としてないんじゃないかな、本人は。とても短絡的に今自分が楽しいこと、自分の欲望を満たして、
まあこの根性の地を楽しんでる、今世一代を楽しんでるといった感じなのかな。ちょっと救いがたい方だな結構快活な方に見えるんだけど、憑依されてるような人なんじゃないかな。なんか自分を掘り下げられないように呪われてる。全くなんか気づけない方かもしれないね。手の神様来ました。いやだけど手の神様もなんか見放してるメッセージが来るな。この方は気づけんよって。まあもっとなんか失うパワー、自分自身を内観しろとかっていう、メッセージなんだけど、このお相手さんはやっぱり、気づけないかな。あなたをね本当傷つけてやませるようなことしたんだけど、ただそのことも気づいてない。自分が悪いと思ってない。でむしろあなたのことをおかしなやつだと思ってる。だから今風の言い方すればあいつはメンヘラだみたいな。また気づいてないんだよね。とても重要なことなんだけどね、この方にとって。この方が改心する、そして人としての、そしてもしくはそれ以上にその人間の正体であるね、その霊魂としてのその伸びしろっていうのを今世でまだまだこう伸びしろが本当はあるはずなのに、もうそれを見つけることできない方だよって。手の神様がある種取りつかれちゃってんだよね、やっぱりね。だから本質が見えない。このままいくとね、自業自得。この方はやっぱりね、この方の周りにはやっぱり定時のエネジーを持った人たちばかりが集まってくる。結構凄惨な地獄寄りのガキ道に行っちゃうかな。気づけないんだもん。仮にこの方がさ、今その悪霊にね取りつかれてるとしても、泳がされてるとしても、自らが好んでそうしてるんだって、この人は。だからもう関わるなってメッセージが来る。この方と一緒にいると、あなたもね、その定時のエネジー、なんかもう有限界半有限界をさまよってるようなね、魂の抜けたような人たちのあなたも仲間になっちゃうから、とても悔しい思いしただろうし、悔しいと思うけど、やっぱり離脱して正解だと思うよ。手の神様そうおっしゃってます。これはあなたの方がお相手さんに入れ上げてるかもしれないね。
とてもセーテルとかね、もしくは今の地位を何とか誇示するとか、でこの方に対する情熱っていうのも今も持ってる。ただでかいトライアングルの体はデスだからね、終わりが来るね。で何か家庭の問題が絡んでるかもしれないよね。行き詰まってるかもしれない。でお相手さんはあなたが自分に惚れてることを知っている。ただ結構心がある方で不安に思ってる方だと思うよ。結構その自分の弱いとこっていうのかな、自分の弱さを出すことを恐れない方だと思うね。そういう意味では強い方だと思う。とてもわがままで、そのわがままさっていうのも幼児的なんだよね。あなたに母親の役を求める。子供の頃に親との折り合いが悪かったかもしれないね。でひょっとすればあなたもそうかもしれない。だからその部分で引き合ってしまう、理解ができてしまう。もちろん無意識だけれども、あなたもこの方に与えようとしてしまう。あなたの女性本能をくすぐってやるっていうね、この方のメッセージが来る。自分と仲間なんだって同士のね、匂いをあなたに嗅ぎ取ってる。であなたはこの方にね、母親のように尽くして尽くして尽くしきって病んでしまったって。そんな母親の代わりなんかできないからね。それでもね、この方は自分のスタンスを変えないよ。あなたがあからさまに病めばむしろ嬉しいって感じるんじゃないかな。この方もやっぱり病んでるから。あなたがいなくなったらね、この方は生きていけない。今もそうしているかもしれないけど、代替存在を愛し始めるかも愛してる。例えば、アニメとか、もしくはその愛玩動物、猫とか犬とか、そういう優しさっていうのかな、弱さなんだけど、そういうメロウな感覚を持ってる人だと思うよ。この先人間はさ、タイプ A、タイプ B と分かれていく。で、例えばタイプ A が冷静を高めた新しい人間、冷静が高まって次のステージに上昇した人間で、タイプ B が動物人間、この物質文明に土着した物質的価値を優先する、執着する動物的な人間で、この方は自ら好んでタイプ B の動物人間になるよって、本人が言ってる。俺はそういう生き方でいいんだって。自分が抱えてる魂の成長において過去に失敗した点に関して改善しようとは思ってないんだよね。それもひっくるめて自分のアイデンティティなんだって。それが俺の人間臭さなんだって。その獣臭に動物霊たちが寄ってくるかもしれないね。一つの愛だと思う。この方も不安なんだと思うよ。結構強がってる部分もあると思う。そういうのがあなたは分かるから、
余計心配になっちゃうんだろうね。ただトップにテンオブペンタクル、とてもいいカードだよね。経済面とかやっぱり物質だよね。物質的な幸せの頂点なんだけど、天ってことは同時にもうその先にないんだよね。もう一旦その頂点まで行っちゃってるから、そこに疑念や疑惑が浮かんでくるわけなんだよ。どっちかっていうとやっぱりネガティブなパワーを感じるね。あなたのね、この方に対するお気持ちっていうのは今もすごく強く出てるよ。だけどそれは死を意味する。そのまま続けちゃうと。どうかな。このお相手さん、あなたを病ませたお相手さんの自業自得だけれども、やっぱり動物になっちゃうのかな。動物界、畜生道に生きながらにして自ら望んで落ちていくのかもしれないね。そこに得体の知れないパワーをこの方は求めてるかもしれない。で、自ら望んで今の状態に自分から来たよって。なんだろうな。この方自身も不安なんだよ、いろいろ。だけどその不安の解消法として次のステージに上がるっていうよりは、そこにいとどまって平行移動したところにあるパラレルワールド、獣臭がするような、そこに自ら置くことで自分の心の傷っていうのを癒してる方なのかな。とても無謀で丸腰のように見えてね、あなたをとても不安にさせるんじゃないかな。私がいなきゃみたいな。やっぱり破れかぶれかもしれないけど確かな力を持ってる方なんだよね。だから最終的にはね、このデスが来てるんだけど、あなたもこの方から離れずにね、ずっと一緒にいるとやっぱりこの方のね世界にどっぷりハマっちゃうと思う。あなたも動物人間になっちゃう。それでも構わないわなんてメッセージが聞こえてきたけど、どうかな。どうだろうね。すごいね、情熱があなたのこの方に対する強い意識っていうのは感じるんだけど、このやっぱり局面の青写真をしっかり見て、本当に自分がどうすべきかっていうところを改めて考えるといいんじゃないかな。このまま行ってもデスだよ。あなたがどんなに頑張ってこの方にどんなに尽くしても終わりが来る。この方のレベルで言えば、この方があなたのハートをね吸収しているその力っていうのは、この方のレベルで言えば愛なんだと思う。人間臭い、もっと言えばその獣臭いね愛かもしれない。ただあなたが今世で目指すべきね愛っていうのは、私たち人間の正体であるね霊魂としての宇宙にアクセスできる、私たちも宇宙を形成する一つの
要素なんだよという、その真髄、真理に基づいた愛に気づきなさいよっていうね、なんかメッセージが今降りてきたよ。まあどっちが魅力的に感じるかだよね。今のあなただったらひょっとすればこのお相手さんに魅力を感じちゃうかもしれない。すると動物たちの仲間入りだよ、ほんと。畜生道はムツゴロウと愉快な仲間たちのようなね、動物王国のような楽しい場所じゃないよ。ね。よく考えなきゃいけないね。うん、やっぱり来たね。これはあなたに対するメッセージでしょう。自由神様。戦いなさいだね。メッセージとしては戦いなさいってね。来るね。断ち切りなさいって。あなたのその持ってる鎌で断ち切りなさいって。あなたに今翼あるよ。天使としてのね、あなた翼あるの。だけどね、ブラックなのね。ものすごく心配してるよ。そしてエールを送ってるよ。この方はあなたがいないと生きていけない方かもしれない。だけれども、あなたがね、身をやつしてまで、気を病んでまでね、甘やかしてもしょうがないんだよって。この方とは違う道を歩むんだよって。あなたはもうやるべきことはやったと。終わりにして上昇しなさい。次のステージ向かいなさいと。自由神様は言ってらっしゃいます。霊的世界を信じる人はね、それだけで今世の人生が豊かなものになります。信じてない人よりね。それはいつかね、生きて死ぬ瞬間に分かるでしょう。走馬灯のように自分の過去、もう一瞬だよ。だけどそれが本当の時間感覚、宇宙時間だから。今生きてる私たちが感じてる時間が間延びしてるんだからね。その時分かる。自由神様はおっしゃってる。あなたは畜生道に落ちる人じゃない。いいですね。あなたがこの方に求められないものを求めて、真ん中デビルだけどね、執着して病んでいったかもしれないね。この方に対する執着が断ち切れれば、この体のトライアングルだけど、大きく開ける、自分の望む世界に到達できるよと出てる。この方
との関係性がもう破綻してるって分かってるんだけど決めかねてるんじゃない。それでこう気持ちが病んでしまってる。あなたはとてもなんかネイチャーパワーがすごく強い。ものすごくなんかこれもそうだし、純粋さをすごく感じるんだよね。同時にお相手さんは少し無機質な方かもしれない。理屈っぽくてあなたとは心が通い合わない。あなたと親しい仲ね、ひょっとすれば恋人だったりね、もしくは結婚してたりとかだけど、実のところ心が触れ合ってない。でこの方はどっちかっていうとあなたに称賛を求めてるタイプなんじゃないかな。とにかく自分を褒めてほしい、褒められて当たり前だっていうメッセージが来るんだよね。だけどあなたが求めてるものは違う。もっと純粋で対等な関係性、自然な会話、コミュニケーションが取れる人だけど、この方はあなたに別の期待をしてる。だからあなたが望むリアクションを取ってくれないから、そのことが不安になってんだよね。だからどんどん無表情になっていく。あなたに対して無機質になっていく。だけどすごくこれだけどあなたがこだわってるっていうふうに思えるけどね、このデビル。いやそんなことはない、この方と描けるはずだと、自分の思い望む世界を達成できるはずだと。だけど無理にねずっと関係性続けていくと、この方はどんどんねモラハラチックになっていくんじゃないかな。もうあなたを正論でねこう叩きのめすように説き伏せるような、そういう人になっていく。機械的になっていくんだよね、どんどん。表情はね作られた喜怒哀楽、自動化されたさ、パターン化された肉体運動のような、それすらもなくなって仏頂面になってね、瞳孔なんかもう一定に開いたままで、あなたと全く心が通い合わない、そんなメッセージが来るよ。この方も病んでるって言ったら病んでるのかもしれないけど、ちょっと拗ねてるのかもしれないね。何かお互いにとらわれなきゃいけない理由があるのかもしれない。どちらかというとなんかあなたがすごく、こだわってしまってるっていう、なんかメッセージが来ますね。幸せはこうあらなくちゃいけない、幸福の形こうあるべきだとかっていう固定観念をね捨てるといいのかもしれないね。ユニバーサルオーダー、宇宙の法則とかさ、宇宙の秩序とか、あなたに降りてくるサイン、もっと大きな視点で自分のやるべきことを捉える。そうすればあなたの持ってる強いパワーっていうのが、まさにネイチャーパワーだよね。戻ってくるんじゃないかな。この方と関わってね、この方にこだわっているうちはあなたの良さは出ない。フォーブワンズも結構門出っていうメッセージがあるんだよね。
タワーも来てて、もうやっぱり変わる時節目は来てんだよね。とにかくね、この方はどんどん無機質になっていくよっていうメッセージが来る。あなたがあなたの中の良さ、あなたがそもそも持ってるね、もともと持ってたその自然なありのままの力っていうのを放てば、あなたの世界が完成すると同時に、この方はどんどん機械的になっていくんじゃないかな。もう理屈ずくめの人間に。無理にこの方とあなたが一緒にいると、あなたがやっぱり病んじゃうんだろうね。あなたが本来持ってる力っていうのを解放できずに、可能性を。お相手さんはね、人の心を落としていくよっていうメッセージが来るよ。もうどんどん固くなになっていくって。あなたが求めるような自然な愛、ありのままの愛の形、そういうものをあなたが求めれば求めるほど、この方は仏頂面になっていくって。この方が取る自業自得っていうのはね、そのまま生きて晩年だね。情熱も感情も落としてね、薄暗い月曜日の朝、たった一人で息を引き取るよってね。聞こえるな。その時いろんなことを思い出してさ、この方のね、瞳に留まるのはね、その時いろんなことを思い出してさ、いくつか思い出す場面の一つにあなたが現れると。それがね、この方の心を人差しするって。愛の毒針っていうのかな。だから根性の地を去る寸前で、この方はね、気づくことがあるよってメッセージ来る。ただ時すでに遅しだよね。だから今はね、この方に何言っても無駄だと思うし、期待しても無駄だと思う。石神様。やっぱりそうじゃないかな。あなたの良さっていうものを、気づきなさいと。宇宙の法則に従ってね、大きなそのルール、もっともっと大きなルールで自分を感じてみなさいって。自分の存在、そうすることで地に足がつくし、そこでその水晶かな、本当にきらめくあなたのタレント、才能をね、発見することできるよって。この方との関係性にその頭でっかちになったさ、自分の幸せな形を求める必要はないですってメッセージが来ます。この方と一緒にいてもね、やっぱりあなたもこううじしちゃって、クサクサするっていうのかな。やっぱりメンタル病んじゃうね。この方に何か期待させる魅力があったのかもしれないけど、あなたには合わなかった。あなたと心が触れ合う人じゃない。あなたの良さをこの方が気づくのは、根性の地を去る一瞬、
そこで痛感するでしょう。